泉州妖精には謎の侠客が存在する。ある者は言う。神出鬼没のカラスバ怪人で悪を成敗しているやつだろう。またある者は言う。薬王秘伝が育てた子供で人体実験の生き残りよね。さらにはこんな噂も。秘書の掛け声をしつつ暗殺する隙を伺っているもんじゃろ。さて今回の一手請求ではこの謎多き掛け声の真実に迫ろう。モゼは遵守の運命を歩む雷属性のキャラクターだ。闇をもって闇を制しているぞ。通常攻撃は攻撃力に応じて指定した敵単体に雷属性ダメージを与える。戦闘スキルでは指定した敵単体を獲物状態にし、電光石火の一撃で敵に雷属性ダメージを与えチャージを得るんだ。なおフィールド上に味方がいない場合戦闘スキルは使えない。モゼだけが戦闘可能な時敵の獲物状態も解除されてしまうのでご注意を。敵を獲物状態にするとモゼは一時離脱状態に入りスキルのターゲットにはならない。そして獲物状態の敵が倒されると一時離脱状態を解除するんだ。味方キャラが獲物状態の敵を攻撃した後モゼはその敵に雷属性負荷ダメージを1回与えチャージを1消費する。さらに一定のチャージを消費するたび獲物状態の敵に攻撃力に応じた追加攻撃を行う。チャージがゼロになると敵の獲物状態は解除されるぞ。なお添付による追加攻撃はチャージを消費しない。必殺技を発動するとモゼは闇に溶け込み指定した敵単体に自身の攻撃力に応じた雷属性ダメージを与え添付による追加攻撃を行う。奇跡の覚醒後必殺技でダメージを与えるときは追加攻撃ともみなされ獲物状態の敵の受ける追加攻撃ダメージがアップする。追加攻撃の発動後スキルポイントを1回復する。この効果は一定ターン経過するたびに1回発動できるぞ。マップ探索中秘技を使用すると隠密状態に入る。その後敵を攻撃して戦闘に入ると自身の余ダメージが一定ターンアップされる。ではまとめだ。味方が獲物状態の敵を攻撃することでチャージを消費して負荷ダメージを与える。チャージを一定量消費するとさらに追加攻撃を行い大ダメージを与えるぞ。では実戦で妖精の掛け声の実力を確かめてみよう。戦闘スキルで相手を獲物状態にして一定チャージを獲得。そして一時離脱。獲物状態の敵がギャラガーを攻撃すると迷わず反撃。必殺技と強化通常攻撃をお見舞いした。味方が獲物状態の敵を攻撃するたびにモゼはチャージを1消費して負荷ダメージを1回与えるぞ。チャージを消費して獲物状態の敵に1回追加攻撃。続いて師匠が獲物状態の敵に攻撃。さらにモゼが2回目の追加攻撃を行う。ここでモゼが必殺技を発動。苛烈な連続攻撃で敵は見事に撃破された。これで私も大金帰宅。今日の映像では投げナイフや短剣を使うシーンしかお見せしていないがトップクラスの強格であるモゼはあらゆるものを武器にできるぞ。噂によるとカラスバ怪人という異名は彼がただの羽ペンで3人の悪党を慈悲悪王のもとへ送ったことが由来なんだとか。ところでカラスバ怪人同好会から当番組にこんなお便りが届いた。モゼと同じ道具を使いたいのだが彼の獲物は普段使いできない上に安全性にも欠けるので困っている。そこで当番組は手を回し少々なる謎の人物からモゼが持つスマホケースの貴重なデザイン図を手に入れたぞ。そして同好会の皆さんが欲しがっているモゼからのコメントについては収録後に仕事がうまくいくよう祈ってるって言われてから全てが不調な気がする。このカラスバ怪人まさか疫病神なのか。フクロウさんって双子だったんですか？違うけど。じゃあこれはどなたです？あれ誰だろうな。